大辺の旅3日目、前回はここ須佐美駅で終了しましたので、今日はここから、多古駅の方まで行きたいと思ってます。今日も寒いですけど頑張って行ってきます。熊野古道大辺は田辺から紀伊半島の海岸線をたどり、那智勝浦へと続く巡礼の道です。雄大な海景色を望む海岸の道と、険しい峠道が繰り返し現れる変化に富んだ工程が特徴です。信仰の道でありながら、風光明媚な景色を楽しめる観光の道として、江戸時代には多くの文人にも愛されてきました。近代以降、鉄道や国道の開通によって参詣道としての役割は薄れましたが、世界遺産登録を機に再び注目を集め、今では多くのハイカーがこの歴史ある道を歩いています。今回は須佐美の町を出発し、枯木灘の雄大な海景色を望む長井坂を越えていきます。その後は新田平見道や富山平見道など、古道の面影を色濃く残す山道と海岸沿いの道を交互に歩きます。本州最南端の町串本にある無量寺に立ち寄り、かつて交通の要衝として栄えたコザの町を目指します。はい、まず今日最初にある峠は馬転坂ですね。はい、海が見えてきました。大辺歩いてきて最初に見る海ですかね。ここは朝焼けが綺麗ですね。こちらが枯木灘と呼ばれている海です。枯木灘は引川河口から潮岬まで続く約50キロの海岸線で、黒潮の強風と荒波により木々が枯れる景観から名付けられました。はい、馬転坂はこの中を通っていくみたいですね。こう書いてあります。こっちですか。はい、ありがとうございます。はい、トンネルがあります。違うな、トンネルじゃない、こっちだ。確かに馬が転びそうな急な坂です。なんかこの辺ちょっと雰囲気が違いますね。おー、いいですね。ここ朝日が眩しい。おー、いいね。ちょっとこの太陽光パネルが余計だけど、はい、でも海が綺麗に見えます。この辺石畳になってますが、これは昔のやつでしょうかね。馬転坂の下りも結構な急な下り坂です。はい、海の音が近づいてきましたね。はい、この海岸沿いを歩くというのが大辺の見どころの一つですね。はい、続いて長井坂の方に向かいます。はい、今日のハイライトがこちらの長井坂になります。はい、ここから
田尾の峠に入っていきます。境目石、明治43年。はい、和深川王子です。一三味王子に続いて大フェチ2つ目の王子ですね。和深川王子神社はすさみ王子神社と同様に紀伊寺中辺地の王子とは成立時期や経緯が異なるため熊野九十九王子には含まれないとされています。はい、長井坂、ここからです。はい、スタンプがありますね。はい、長井坂の和深川側のスタンプです。はい、それでは長井坂の方登っていきます。 4.5 キロだそうです。長井坂は大辺地の中でも古道の面影を色濃く残す区間として知られています。尾根状に続く平坦な道にはウバメガシ林が広がり、その向こうに枯れ木灘の海景色を望むことができます。江戸時代の紀伊族不土記にも一里余り人家なしと記された静かな山道です。はい、しばらく急登を登ってきまして、ここで稜線に出たのかな、それっぽいですね。尾根に出てからはこんな感じの平坦な道がずっと続いていて歩きやすいです。この道は半築といって、稜線を土手状に成形してこう平らにしたということみたいです。はい、非常に歩きやすくて気持ちがいい道です。半築は土を何層にも突き固めて土手状の道を築き、平坦で安定した通路を確保する工法です。長井坂には全長約54メートルに及ぶ貴重な遺構が残されています。この辺りの海のことを枯れ木灘というみたいなんですが、潮風が強くてこう木が枯れてしまうということから枯れ木灘と言われているようですが、今は全然木は枯れてないですね。はい、道標が 0.5 キロ沖にあります。ちょっと半分近くまで来ましたね。あと 2.5 キロです。はい、それにしても非常に歩きやすくて気持ちいい道です。ですが全然人がいないですね。今日はまだ一人も会ってないです。ここはいいですね。めちゃめちゃ綺麗。ここは切り通しでしょうか。はい、長井坂を下っていまして、この辺りは石畳みたいなのがありますね。はい、ここで林道と合流しました。三津登り口まで1キロ。こちらは右は山道、左は熊の道と書かれています。こちらに行くと熊野那智大社の方に行く熊の道ですね。右にそれていきます。こちらですね。
下りもいい感じの傾斜で、しかも結構下がふかふかで足に優しい感じの下り坂です。はい、ここで長井坂終了です。はい、ミロズ口、はい、スタンプありますね。はい、長井坂のスタンプです。今日のゴールの予定が多古駅ですが、そこまでは14キロぐらい、ほぼ平坦な道ですね。これから先は。はい、こちらがミロズ駅です。はい、もう駅から出るとすぐこの景色です。ここから小学校の跡地の中を通っていくみたいです。お、これが小学校か。結構新しそうなんだけど、もう使われてないんですね。すさみ町はカツオの伝統療法・県県漁が盛んな地域で、ミロズ小学校の廃校舎はカツオ節工場にリノベーションされています。めちゃくちゃ海が綺麗ですね。あともう道の脇にお地蔵さんがいっぱいあります。はい、こちらに道の駅すさみがありますので、お昼ご飯でも食べていこうと思います。すさみ町立エビとカニの水族館というのもありますね。エビとカニの水族館入館料1000円、なかなかしますね。はい、今日はパスします。物販だけかな。あ、食事どころ、お刺身定食、贅沢丼、もうなんかそそられるな。はい、海鮮丼頼みました。さすが岡山の港町だけあって身がプリプリで美味しいです。はい、道の駅すさみ海鮮丼が結構美味しかったです。はい、こちらですね。はい、JR の線路の下をくぐります。はい、ここから国道をそれてこの草ぼうぼうの中を通っていきます。はい、一応大へちって書いてますね。あまり人が通ってなさそうな感じの道ですけど、またすぐ国道に戻ってきましたね。ここもちょっと歩道がほとんどなくて車通りが多いので注意してください。この集会所のところを中に入っていくみたいですが、こっちでいいのかな。これですね。この細い道を下っていきます。いいのかな。あれ、上かな。下じゃなそうだね。上、どっちだ、上なのか下。うわ、雲の巣だ。なんかずれてるな。軌跡がずれてますよ。違うな、やっぱりさっきの下だね。こちらですね。
はい、海岸沿いに出てきました。あった標識ありました。大辺地、はい、この浜江って書いてあるんで、そうですね、この海岸沿いを歩くってことですね。水が綺麗ですね。うわ、セーフセーフ。里野の浜は防波堤がなく自然な湾の姿をそのまま残した透明度の高い海水が魅力の海水浴場です。大辺地はここから磯沿いを進み、江戸時代の修験者六坊が修行したと伝わる六坊浜へと続きます。はい、このままこう岩場のところを歩いていくみたいですね。あそこの島は渡れるのでしょうか。さすがに繋がってなさそうですね。だいぶ和歌山の南端に近づいてきたっていう感じがしますね。わざわざこんなとこ通らなくてもいいんですけど、ちょっと面白そうなんで岩の上を歩いています。さすがにここは無理だな。ここは渡れないから、結構戻らないといけない。結構まだまだ続くね。最初のうちは良かったんだけど、ずっと歩いてると結構歩きづらい。はい、調子に乗ってちょっと岩を歩いてったんですけど、地図を見たらだいぶそれてました。どっかで上に上がらないといけなかったみたいですね。危ない危ない。多分その辺に上がれそうなところがあったような気がするんですが、どこだ、こっち。でもなんかあったピンクリボンと、あそこに大辺地の標識が。よいしょ。ここで国道沿いに出てきました。はい、本州最南端の町串本町に入ります。はい、ようこそ串本町。ですね、串本町でロケットの発射があったんですね、ちょっと前に。宇宙兄弟ももうそろそろ最終回を迎えますね。はい、木之本神社です。はい、潮岬まで 21.7 キロ。はい、まだまだ潮岬は遠いです。はい、トンネルは通らずに上を越えていきます。はい、大辺地はここを登っていきます。はい、スタンプがありました。こちらは新田平見道のスタンプですね。平見とは海岸に突き出たような平らな小山の呼び名で、波打ち寄せていた海岸が隆起した海岸段丘により形成されていると。はい、新田平見道のスタンプです。この辺りも古い石畳のような石が敷き詰められていますね。新田平見道は大辺地の中で最も保存状態の良い石畳や石段が
70メートル以上続きます。2016年に富山平見道などとともに世界遺産に追加登録されました。はい、多古駅に着きました。はい、今日の予定ではここで終了のつもりだったんですけれども、次の電車まで1時間半ぐらいあるんですね。はい、17時10分で今15時半ぐらいなんで、はい、ということなので次の駅の田波ですね、田波まで行ってしまおうかなと思います。はい、コースタイムで言えば1時間半ぐらいなんでギリ間に合うかなと。あれは潮岬なんでしょうか。そうなのかな、あの奥にあるやつは。このトンネルの中を通っていくのかな。あ、そうですね。スタンプ押印所がありました。はい、富山平見道。はい、富山平見道です。鹿の鳴き声がしますね。この辺は本当に石畳が非常に綺麗に残ってます。富山平見に上がる古道には約200メートルにわたる大辺で最大規模の石畳道が残されています。石段の一部には菊名石と呼ばれるサンゴが使用されています。はい、影がくっきり映って面白いですね。こちらも埋もれてた石畳を掘り起こしたんでしょうか。はい、富山平見道は古道っぽい雰囲気が随所に残ってますね。のトンネルをくぐるということですね。うわ、めっちゃ真っ暗。うわ、見えない。怖いな。足元が見えない。なかなかちょっとバラエティに富んだ道ですね。はい、海岸沿いに出てきました。はい、枝海岸ということで大きく曲がった地層が見えるそうです。あ、これですね。さっきの地層が曲がってるって言ってたやつ。地層が波打ってるのが分かりますね。この道路、歩道がめちゃくちゃ狭いんで非常に怖いです。車通りも多いですし、はい、徳大明神社です。はい、田波駅に到着しました。なんか入り口だけちゃんとしてて面白い感じの駅ですね。これは熊野古道大辺の旅3日目はすさみ駅を出発しまして、ここ田波駅までやってきました。時間は10時間で距離は30キロでした。長井坂が最初にあったんですが非常に歩きやすくて、海も見えてとてもいい道でした。はい、その後はずっと海岸沿いを歩いてきたんですが、とても雄大な太平洋の景色とあと岩が特徴的な海岸がとても素晴らしくて大辺らしい道でした。はい、ということで今日はここまでにして、明日またここから出発します。
はい、お疲れさんでした。はい、おはようございます。大辺地の旅4日目、昨日の終了地点の只見駅から出発します。今日はここから、小座駅の方まで歩こうと思ってます。はい、今日もめちゃくちゃいい天気です。はい、じゃあ行ってきます。はい、只見駅を出発してすぐ山道に入っていきます。こちらは飛谷谷道という道だそうです。結構急登ですね。はい、スタンプ押印所がありました。飛谷谷道。はい、こちらですね。はい、飛谷谷道です。ここからこちらの道を降りていきます。結構奥深くまで入ってきますね。今日はほとんどロードかと思ってたんですけど、そうではないかもしれません。はい、ここも結構石畳が残ってますね。はい、こちらの石碑は何でしょうか。東有田浦、西只見浦境と書いてますね。昔の村の境だったんでしょう。こちら展望所があるようなので行ってみようと思います。結構道が崩れてて怖いですね、この辺は。はい、あっちに見えるのが潮岬ですかね。あれが徳本上人妙合碑です。木地歩いてる時もいくつかありましたけど、徳本上人至る所に妙合碑を残してます。はい、大阪山トンネルですが、当然トンネルは通らずに、はい、この横の道を行きます。はい、この辺が峠ですかね。切り通しになってます。はい、串本海中公園というのがありました。これ水族館なんですかね。はい、レストランとかもありますね。はい、ここのトンネルはちょっと他に回る道がないので中を通っていかないといけないです。そしてトンネルを抜けると潮岬が目の前に見えてきました。トルコのお守り。目玉のお守りだそうですね。はい、この辺りはずっと42号線を歩いています。潮岬の根元のところまで来ました。はい、そこから大辺地はこう内陸の方に行くんですけれども、ちょっと串本駅の方、こっちですねにちょっと行って無量寺というお寺に寄っていこうと思います。はい、こちらが無量寺です。無量寺は
丸山応挙や長沢露雪の障壁画で知られる曹洞宗の寺院です。かつて串本の袋港に面して建てられていましたが、江戸時代の大津波で流出し、現在の地へ再建されました。はい、無料寺には丸山応挙の絵が展示されていると聞いてたんですが、はい、今日は休館日だそうです。潮岬までは行かないので、ここが大辺の今回の旅の最南端になります。はい、本州最南端近くまで大阪から11日かかってきました。はい、なかなか長い道のりでしたが、11日と聞くと意外に短いなという気もしますね。はい、先ほどの分岐地点まで戻ってきました。はい、こちらですね。この辺りは大辺の標識が全くなくて、はい、地図を頼りに歩いてるんですけれども、標識をもうちょっと増やしてくれた方が分かりやすいですね。もうすぐ横の川は完全に枯れてますね。はい、建設中の高速道路です。これができればだいぶこの和歌山南部の方も行きやすくなりますね。はい、こちらは久慈の川辻地蔵です。はい、そして久々に大辺の標識を見ました。はい、展望所と書いてあったのでちょっと寄ってみました。まだ上か。結構登りますね。おお、すごい。いやー、はい、あちらに見えるのが紀伊大島ですね。はい、でこちらの海が潮岬の東側の海です。はい、ようやく東側に来ました。今気がつきましたが、あそこに見えてるのが橋杭岩ですね。並んでるのが見えます。はい、国道のところまで降りてきました。はい、道標地蔵だそうです。はい、小座駅に到着しました。はい、今日のゴールです。今日は只見駅から、小座駅まで約20キロ歩いてきました。本州最南端を通るルートで、風光明媚な大辺地にらしい、とても綺麗なところでした。あとところどころ、古道感が残っている雰囲気のある道もあって、そういうところもとても良かったです。大辺地は残すところあと20数キロあるんですけれども、それは次回またここから歩いて那智大社まで行きたいと思います。ということで今日はこれで終了です。お疲れさんでした。